すいません。はい。今ちょっとインタビューよろしいですか？はい。今日はお時間作ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？はい。浅草で人力車引いてます。東京力車っていう会社で働いてるミサです。よろしくお願いします。日本に来たいと思う外国の方にメッセージってあります？もう日本は本当にみんなでお掃除してるのでとっても綺麗で、あとはもう日本の文化とか日本の昔ながらの景色とかも体験できますし、もう初めて来る人にはとってもおすすめです。女性が人力車のお仕事するのって大変じゃないですか？大変でした、もう本当に最初は初めての体験だったので、なんか引っ張り方とかも難しかったりとか、すごく研修が大変で、もういっぱい研修して歴史を覚えたりとか、安全運転できるかとか、交通ルール学んだりとか、しっかり勉強して今走ってます。結構人力車は力が必要ですか？人力車自体は90キロあって人は250キロまで乗せられるので、結構重たくなるんですけど、てこの原理でちょっと人力車の高さによって軽くなったり重くなったりして走れます。人力車のお仕事をしようと思ったきっかけってありますか？人力車はやっぱり男性の職場のイメージだったので、女性が引っ張れたらかっこいいなと思って始めました。女性比率ってどのぐらいですか？今は私が入った時4年前とかはまだ女性が3人しかいなくて、私で4人目とかだったんですけど、今みんなで東京力車の TikTok を頑張ってるので、今は20人以上女性がいます。人力車のお仕事の楽しいところってどんなところですか？人力車はやっぱり乗ってくださったお客様の笑顔が見れるのが本当に楽しくて、なんか本当に嬉しい気持ちでいっぱいになりながら走ってます。人力車は外国人と日本人どちらの利用客が多いですか？今は日本の方も多いんですけど、海外の方も増えたので、海外の人が6割くらいかなって思ってます。浅草で人力車に乗ったらどういうコースを案内してくれるんですか？人力車は浅草も楽しめますし、浅草の外も楽しめて、最高だとディズニーランドまで行けます。でディズニーランドとかだと3時間かかるので、1人3万円くらいって思ってもらえたら行けるので、帰りは1人で寂しく帰ってきます。そうですよね。結構帰り1人で人力車で寂しいですよね。そうですお金もいただかないので、本当に片道分だけいただいて、帰りは1人で鼻歌を歌いながら帰るって感じです。人力車で片道3時間かかるんですか？そうですね。ディズニーランドだと3時間くらいで行けるかなって思います。じゃあ往復6時間人力車を。そうですそうです。引っ張る感じなので本当に寂しいです。かなり体力使いますよね。そうですね。私はまだ挑戦したことなくて挑戦してみたいなって思ってるんですけど、先輩はもうすごい全速力で頑張ってました。前にテレビで人力車で働いてる方がすごい大食いの方が多いっていう風に聞いたんですよ。で結構体力使う分みんな大食いなんですか？そうですね。結構女性も大食いだったりして、私も必ずお昼ご飯はご飯おかわりしますし、なんか人力車で痩せないって聞かれるんですけど、やっぱり浅草の美味しいもの食べてしまう分ブクブク太ってます。なるほど、日本は安全な国だと思いますか？はい。海外旅行とか大好きですごくしてるんですけど、やっぱり日本に帰ってくるとちょっと安心できるというか、でもそれはみんなどこの国の人もそうかもしれないけど、自分の国が安心できるのかなとは思うけど、日本はスリとかも少ないのでその面でも安全かなと思います。最近日本は犯罪が少し増えてるなっていうようなイメージないですか？確かになんか強盗だったりとかそういう悲しいニュースもたくさんあるんですけど、でも例えばこういう観光地に来ていてお財布盗まれちゃったとかはなかなかないと思うので、一応ね自分の貴重品は自分で大事にするべきですけど、でもその辺は安心して楽しんでもらえるのかなって思います。外国人のタトゥーについてどう思いますか？タトゥーはかっこいいなって思います。なんかタトゥーがすごいいっぱいついてたら怖い人なのかなって思うけど、でもおしゃれでなんかちゃんと気持ちを込めてやってると思うのでかっこいいなって思います。日本人は結構外国人のタトゥーとか怖がったりしないですか？怖がっ
ったりはしないと思います。なんかやっぱり海外の方の本当におしゃれの一つだと思ってるので怖くはないです。外国人がタトゥーを持っていたら日本で生活しづらいと思います？例えばなんかお風呂屋さんとかはタトゥーが NG の場所もあるから入れないかったりすると思うけど、でもなんかよくシールとか貼ったら大丈夫だったりもするので全然生活はしづらくないかなって思います。日本人の男性ってタトゥーを入れてる人が多いと思います？なんか日本人痛がりなのでタトゥーはあんまり入れてる人いないのかなって思うんですけど、でもいっぱい入れてる人も見かけるのでやっぱり日本の人もおしゃれを楽しんでるのかなって思います。外国人が日本でしてはいけないルールやマナーってありますか？ないかな。犯罪だけ、でも犯罪は日本人もしてはいけないですし、なんかそれだけ守ったら楽しくみんなで仲良くもなれるのかなって思います。日本人の若い人たちは温泉が好きだと思いますか？私は温泉大好きなのでみんな温泉好きなのかなって。今サウナブームがあるので温泉というよりは若い子たちはサウナに行ってるイメージがあります。外国人が着物を着ることについてどう思いますか？外国の方の着物は本当に美しいなって思っていて、最近も着物着てくれる方とても多いんですけど、なんでこんなに似合うんだろうって思います。外国の方は自分たちが着物を着ていると日本人にどう思われるんだろうって不安なようなんですけど、はい、それについてどう思います？もう本当にかっこいいし綺麗だし可愛いです。外国人の方には着物を着てほしいと思います。もう堂々と着てもらいたいなって思ってます。本当にお似合いです。外国人が日本に来る前に覚えておくべき日本語って何かありますか？こんにちは。こんにちは。こんにちはとありがとうだけ覚えておいたら、なんかみんな多分その言葉を聞いて日本の方も嬉しく思いますし、それだけで大丈夫かなって思います。外国の方が日本に来たらどこに行ってほしいですか？なんか私は浅草が大好きなのでまず浅草を知ってもらいたいですし、あとは京都とか大阪とか、なんか日本の方でもよく観光する場所に行ってもらいたいです。浅草以外でどこかおすすめの場所ってありますか？なんか東京から離れて埼玉に行くとちょっと落ち着いてるので、川越とかもまたなんか違った雰囲気が楽しめて、もちろん着物も似合いますしおすすめです。日本の素晴らしいところってどんなところだと思います？なんか本当に日本はなんか古くからの伝統とか日本の文化とかも大切にしてるので、なんか日本の景色とかも楽しんでもらいたいですし、なんか日本人の温かさみたいなのも感じてもらえたらなって思います。日本語を話せない外国の方が日本に一人で旅行しに来て楽しめると思います？全然楽しめると思います。やっぱりなんか日本人も海外の方とお友達になりたいと思ってる人多いと思うので、なんかまあ緊張するかもしれないけど話しかけてみてもらえたら仲良くなれると思います。日本語を全く話せなかったとしても、例えばレストランとかホテルとかそういうところで困ることはなさそうですか？そうですね、ホテルとかのロビーの方とかもサポートしてくれますし、なんか喋れなくてもなんか気持ちがあれば伝わるものはあるんじゃないかなって思います。ハートで会話をするってことですか？そうですね、私も結構海外好きで14カ国くらい行ってるんですけど、やっぱり英語が通じなくてもなんか心で会話できるというか、やっぱりジェスチャーとかもすれば伝わるのかなって思います。日本人が外国人と交際するのは難しいと思いますか？いや、難しくはないと思います。やっぱりなんか人間なので心と心、ハートとハートが伝わればなんだろう、いいお付き合いができるのかなって思っていて、英語が喋れないともしかしたらコミュニケーションが難しい時もあるかもしれないけど、頑張ってちゃんと話し合いをしたら解決できるのかなって思います。例えば外国人と付き合った場合に家族や友人は応援してくれると思います？
私の周りの家族たち、私の家族はもう私が幸せだったらいいよっていう家族なので、何を選んでも応援してくれるかなって思います。友達も一緒に遊んでくれたりとか、一緒に喜んでくれるかなって思います。いい友人と家族に恵まれてますね。ありがとうございます日本人の男性は海外の男性と比べてどんなところが違うと思います？日本人の男性、はい、どんなところが違うんだろう。でも海外の男性の方がレディーファーストを大切にしてるのかなって思います。なんか日本人の人ももちろん女性のこと大切にしてくれますけど、なんかレディーファーストっていう文化では海外の人の方が強いのかなって思います。海外の男性の方がこう女性に優しいイメージですか？イメージはなんか本当に女性を丁寧に優しく包み込んでくれるイメージです。外国人が日本人と友達になるのは難しいと思います？いや、日本人は海外の方とみんなと友達になりたいと思ってると思うので、日本人と友達になるのは簡単だと思います。外国人は結構日本語が喋れないと思うんですけど、どのようにすれば日本人の友達作れると思います？喋れなくても私も勉強してるのが、相手の国の挨拶だけでも覚えたいなって思ってて、こんにちはとかボンジュールとか、その相手の国の言葉本当に一言でも覚えれたら、それで打ち解けるんじゃないかなって思います。突然外国人が日本人に声をかけたら、日本人はどう思うと思います？日本人は、シャイな人も多いからびっくりするかもしれないけど、でも話しかけてくれたのは嬉しくて、いっぱいお話できるかなって思います。日本人と知り合うためにはどういうところに行けばいいと思います？日本人と知り合うためか。でもなんか例えば浅草は本当に人が温かいので、浅草に来てもらえたら必ず誰かと友達になれるのかなって思っていて、お店の人も温かいですし、観光してる人だって楽しみたくて来てるので、みんな優しい人が多いのかなって思うのと、あとはなんか大阪とか京都とかもなんか柔らかいイメージなので、お友達作れるんじゃないかなって思います。浅草でミサさんに会うためにはどうすればいいんですか？私は基本赤斑点を着ていて、ただ夏なので赤斑点脱いでこっちのなんか白い格好になることも多いんですけど、後ろに東京力車って書いてある人探してもらえたらミサに会えます。あとは雷門の近くの銀座線っていう銀座ラインの一番出口のところに立ってます。あ、そうなんですか、はい、普段立ってるんですね。そうです。雷門はいろんな会社さんいるので結構迷ってしまうと思うんですけど、銀座線一番出口出たところに私たちの会社があるので、そこでは必ず会えます。じゃあ結構平日に浅草でミサさんを探したらもしかしたら会えるかもしれない？そうですね、週5回はいるので会える可能性が高いです。外国人と交際してみたいと思ったことはありますか？あります。それって何歳ぐらいでした？何歳かな。何歳だったかな。でも大学生じゃないな、大学卒業してから、ワーキングホリデーに行ったんですけど、オーストラリアで1年間お仕事してて、でその時にやっぱり海外の方たちがすごく優しくしてくれたのでいいなって思いました。外国人のどんなところが魅力的だと思いますか？なんかすごい明るくて、なんか細かいことは気にしないというか、なんかポジティブな性格の人が多いのかなって思っていて、ポジティブさがいいなって思います。日本人の男性と外国人の男性はどっちがかっこいいと思います？どっちもいいところあるんですけど、もちろん日本人もかっこいいけど、海外の人のなんか自信のあるかっこよさというか、なんかキラキラしてるなって思います。好きな男性のタイプはどんなタイプですか？なんか優しく引っ張ってくれる人、なんか俺についてきなじゃないけどなんかでも優しさがあって、なんか俺に任せてみたいな感じの、なんか本当に
優しく、本当に優しくしてくれる人がいいですね。今見ているアニメって何かあります？アニメはスパイファミリー見てます。外国人におすすめするならどんなアニメですか？スパイファミリーです。スパイファミリー。スパイファミリーって結構日本で人気ですか？日本も人気なのかなって思っていて、やっぱりアーニャが可愛いですし、みんなで見てもらいたいです。外国人の友達は何人ぐらいいますか？何人いるんだろう。でもちゃんと数えたら100人くらいいるのかなって思います。オーストラリアでお友達がいるのと、あとフィジーアイランドって島で3ヶ月留学してて、そのお友達と、あとは日本に帰ってきてからフットサル、なんか国際フットサルをミートアップでやってたから、その友達がいます。ありがとうございます。